皆さん、こんにちは。神崎正人です。地域には様々な課題がありますが、解決を考えるにあたり、まず背景となる社会システムを知る必要があります。そこで今回はこちら。実は、千と千尋の神隠しには、社会システムである現代資本主義について10個のメタバーが隠れています。例えば、両親が答えになった理由とは、すべて試験でありますが、千と千尋の神隠しから社会システムを学んでいきたいと思います。それでは始めましょう。ではまずこれを見てください。物語の序盤で両親が店の料理を貪った後、豚に変わるんですね。はい、ここでまず隠されています。何のメタファーかわかりますか？ポイントはなぜ豚なのかということ。別にネズミでも構いませんよね。物語の後半で湯婆婆はこの両親のことを示してこう言います。親豚はベーコンにでもハムでもしておやり。つまり、この豚は商品なんです。千尋の両親が何かの仕事をしている労働者であることは想像つきますよね。現代の資本主義社会では、労働者もまた労働力という商品として市場になれます。転職等の CM で自分の市場価値を高めるといったフレーズ聞いたことがありませんか？労働者は商品、そうした意味が隠されていたのです。これを見てください。ここは釜爺の作業場、ボイラー室です。釜爺の作業場では、筒渡りたちが石炭をせっせと運び、釜爺は巨大ボイラーで湯を沸かしていますよね。これが何のメタファーかわかりますか？ヒントは石炭と蒸気です。この作業場はですね、産業革命から始まった本格的な資本主義の縮図となっています。石炭と蒸気が機械を動かすと同時に、人々は自由ではあるものの生きるために自分の労働力を売るしかない存在へと変わったんです。労働者が商品となった瞬間です。鈴渡りはその商品となった労働者。石炭を運び続けない限り、湯屋は止まり、彼らは生きていけない。これで、釜爺の代わりはいくらでもいるんだ。という言葉の本当の意味が分かったのではないでしょうか。これを見てください。湯船に浸かるひよこの神様たち、かわいいですよね。これが何のメタファーかわかりますか？ヒントは、卵です。鶏卵産業では、卵を産まないオスのひよこは孵化当日に処分されます。卵を産まないからいらないということなんです。つまり、このひよこの神様たちは、資本主義の価値至上主義。付加価値ゼロなら存在さえ否定される。尊厳ごと切り捨てられる社会の縮図を示しているんですね。ところで、大根の神様覚えてますか？畑ではあんな手足の生えた大根も取れますが、スーパーには並びません。そうしたひよこや大根を神様と描くことで、経済的価値がないものにも尊厳はある。そうしたことを訴えているのです。これを見てください。これは千尋が湯婆婆と雇用契約を結ぶシーンです。千尋が湯婆婆と雇用契約を結ぶと、荻野千尋からたった一文字、千に名前を削られます。これ何のメタファーかわかりますか？名前には家族の歴史や両親の願いが込められています。ところが、労働の現場では、個人の物語より識別できる記号で問題ないんですね。尊厳ある人ではなく労働力という部品、そう割り切られる瞬間を湯婆婆の名前を奪う描写で可視化したわけです。このシーンはそうした資本主義社会のメタファーだったんです。これを見てください。千尋が必死で世話をしているのはお腐れ様。見た目通り環境破壊のメタファーだと気づいている人も多いと思います。現代資本主義での自然というのはですね、一つが資源を奪う場所。もう一つがゴミを捨てる場所です。未来のこと知らん、今が儲かりゃええんじゃと。欲望のツケを押し付けられるのは結局私たちの次の世代。お腐れ様はそうした環境破壊について伝えていたんです。これを見てください。底なしの欲望を抱えた看護師。お金をいくら出しても食べても孤独感は生まない。
れは現代人の尽きることのない欲望、そのメタファーです。手に入れる、でも満たされない、もっと欲しくなる、終わらないループです。足りないと感じるのは本当に欲しいものがお金では買えないから。顔なしがやっと落ち着くのは飲み込んだものを全て捨てて受け入れられた瞬間。足りない心を満たすのはお金ではなく愛。私たちが忘れかけている価値を問いかけているのです。これを見てください。千尋と顔なしが乗るこの帰りのない列車。顔なしとは欲望に飢えた現代人のメタファー。それに気づいた人も多いはずです。K の真のメタファーは列車そのものです。ヒントは駅名です。沼原や沼の底といった駅名が登場します。そして路線は一方通行。戻りはないと川尻も千尋に警告しました。つまりこの列車は資本主義が物も人もサービスも商品化という名前へ一方的に運び続ける構造を示しているんです。一旦商品になった瞬間、引き返すレールは存在しない。欲望を乗せたまま今の底まで直行。資本主義の不可逆性。それがたった1両編成の列車で描かれていたんです。これを見てください。ゼニーバの絵では2つのメタファーが描かれており、まず1つ目を紹介します。ここではネズミになった坊たちが糸車を回しています。こうして千尋がゼニーバと話をしているときもカラ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 という音が聞こえてくるんですね。資本主義では労働イコール対価が常識ですが、ここで彼らを動かしているのは給料ではなく千尋への愛。無償労働、ボランティアや家事、介護など、実は社会を支える土台にもかかわらず GDP にすら計上されない労働があります。ネズミになった坊たちは貨幣では測れない価値が社会を回していることを可視化したメタファーだったのです。これを見てください。次はゼニーバの家での2つ目のメタファーです。ゼニーバは千尋に、私と湯婆婆は2人で一人前と語ります。これはどういう意味でしょうか。ゼニーバのゼニとは貨幣、湯婆婆の湯とは技術を示しているんですね。資本主義はこの貨幣と技術を欲望で結びつけて膨張してきました。けれどゼニーバはこれを愛で結びつけるヒントを与えます。貨幣と技術を欲望で結べば資本主義。それでは貨幣と技術を愛で結べばどんな世界になるでしょうか。宮崎駿はその世界を描くことに一貫して挑戦してきたんです。ここにはそうしたメッセージが隠されていました。こちらを見てください。これは千尋が両親は豚ではないかと言い当てたシーンです。なぜ千尋が見抜けたのかわかりますか。千尋がこの世界に巻き込まれたとき、子供ながらにもすでに資本主義のフィルターを通して世界を見始めていました。それは冒頭の一本のバラのプレゼントなんて花束じゃないといったあたりからも垣間見えます。それが神隠しの世界で千尋が成長したことにより資本主義のフィルターが外れたんです。曇りなき目で見たとき、両親とは愛すべき親であり、決して労働力商品としての歌ではない。千尋がそうした資本主義の洗脳から解けた描写だったのです。そして私たちにもそうあってほしいと願う宮崎駿のメッセージが隠されていました。ここまでご覧いただきありがとうございます。実はですね、今回紹介した10個のメタファー以外にもまだまだメタファー隠されております。娯楽映画を灯しながら現代社会への継承をメタファーとして描く、それが宮崎駿作品の唯一無二さだと思います。そして宮崎駿が一貫して挑んだテーマは愛を基軸にした社会の創造。だがしかしそれを描き切ることができなかったのです。現代社会の問題点を指摘し、それを解決する要素まで分かったんですが、それを組み立てることができなかった。最新作「君たちはどう生きるか」を見ると、もう私の手では作れないんで君たちに任せる、そういった諦めを感じました。巷では映画に出てくる石の積み木は作品の数を意味しているとか解説がありますが、それは私は違うと思います。
次の世界を作る重要な要素が、宮崎駿の頭の中には13個あるものの、それをうまく組み立てることができなかったという描写です。私自身も資本主義の次に来る世界について、重要な要素は見えているものの組み立てることはできません。しかし、持続可能な社会の実現に向けて、できることから一歩ずつ進めていかなければならないと考えています。次回はこうした社会システムを踏まえた将来への一歩となる政策の説明動画を公開予定です。持続可能な岡山市を実現するために取り組んでいきます。共感いただけたら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。